天下人。日本史上農民から天下を統一した唯一の男、豊臣秀吉。しかしその栄光の陰には誰も語りたがらないもう一つの顔が隠されていた。バーチャル怪談百物語。晩年の秀吉を襲った異常な猛襲、そして死後京の都を恐怖に陥れた怨霊の噂。今宵お話しするのは歴史の教科書には決して載らない太閤秀吉の怪談である。狂気の始まり。慶長2年西暦1597年61歳を迎えた秀吉はもはや往年の英明さを失っていた。発端は秀吉が溺愛した実子鶴松の死である。3歳で溶接した我が子。その悲しみは秀吉の心に深い闇を刻んだ。そして57歳にして授かった次男秀頼。秀吉のこの子への執着はもはや常軌を逸していた。秀頼のためなら何をしてもよい。側近たちは秀吉のその目がかつて見たことのない光を帯びていることに気づいた。それは狂気の光だった。おい秀次への疑念。関白の座にあった甥の豊臣秀次。秀吉は秀次が秀頼の将来の脅威になると疑い始めた。証拠もなく訳もなく、ただ秀吉の中で膨らみ続ける妄想だけがあった。慶長元年1595年7月3日、秀次は謀反の疑いをかけられ高野山で切腹を命じられた。享年28歳だが、秀吉の狂気はそこで終わらなかった。秀次の妻妾39名、そして幼い子供たちまで京都三条河原で次々と処刑された。首は河原にさらされ、胴体は一つの穴に投げ込まれた。その場所には秀次悪逆塚という石碑が建てられた。処刑を見ていた京の民衆は震え上がった。あの温厚だった太閤様がなぜこのような、まるで秀吉の中に何か別のものが入り込んだかのようだった。朝鮮出兵という狂気。同じ頃秀吉は朝鮮半島への無謀な出兵を続けていた。民国を征服し秀頼を大陸の皇帝にする。側近たちが何度諫言しても秀吉は聞く耳を持たなかった。戦場からは連日悲惨な報告が届いた。兵は飢え病に倒れ、異国の地で無念の死を遂げていく。だが秀吉は大阪城の豪華な座敷で秀頼を抱きながらこう笑った。すべては秀頼のため、すべてはその目はもう何も見ていなかった。死のとこでの異変。慶長3年1598年8月、秀吉は伏見城で病に伏せった。側近たちが看病のため部屋に入ると、秀吉は独り言を繰り返していた。許してくれ、許してくれ、鶴松、秀次。誰もいない天井を見つめ、何かに怯えるように震えている。ある夜、じいが秀吉の様子を見に行くと、秀吉は突然跳ね起き、暗闇を指さしてこう叫んだ。そこにおるのは誰じゃ。秀次か。貴様。いや違う、三条河原の子供たちか。部屋に秀吉以外誰もいなかった。じいが近づくと秀吉の顔は蒼白で全身が油汗に濡れていた。そしてこうつぶやいた。わしは間違っておった。呪われた最後。慶長3年8月18日、秀吉は63歳で死去した。だがその死の瞬間、奇妙な現象が起きたという。伏見城の上空に真っ黒な雲が渦を巻いた。雷鳴が轟き、
城全体が揺れた。そして秀吉が息を引き取った瞬間、部屋中の燭台の火が一斉に消えたという。闇の中、侍女たちは確かに聞いた。どこからか子供たちの泣き声が。死後の会。秀吉の死後、京の町では奇妙な噂が流れ始めた。三条河原で夜な夜な女性や子供の泣き声が聞こえる。秀次悪逆塚の前を通ると冷たい風が吹き、金縛りに遭う。そして伏見城では秀吉が死んだ部屋からうめき声が聞こえる。廊下を歩く足音、誰もいないのに開く襖。城の警備兵たちはその区画に近づかなくなった。さらに不気味なことに、秀吉の死後わずか2年で豊臣家の家臣たちが次々と不審な死を遂げていった。太閤様の呪いだ。京の民衆はそうささやき合った。秀頼の運命。秀吉が命を懸けて守ろうとした秀頼。しかし皮肉にも秀吉の狂気こそが豊臣家滅亡の種をまいていた。秀次一族の虐殺は多くの大名たちの心を豊臣家から離れさせた。朝鮮出兵の無謀さは国力を疲弊させた。そして慶長20年1615年大阪夏の陣で秀頼は母淀君と共に自害。享年23歳。豊臣家は滅亡した。秀吉が最も恐れた未来が現実となったのである。今も残る呪い。現在京都三条大橋のたもとには秀次悪逆塚があった場所の石踏みが残っている。地元の人々は今でもその場所を避けて通るという。そして夏の夜、三条河原を歩くと風もないのに川の水が不自然に波立つことがある。まるで誰かが水の中でもがいているかのように。豊臣秀吉、天下人として歴史に名を刻んだ男だが、その晩年の狂気と彼が生み出した無数の恨みは今もなお京の都のどこかで静かに、しかし確実に息づいているのかもしれない。ここまで豊臣秀吉の怖い一面をお話ししてきました。でもこれで終わりにしてしまうのは秀吉という人物に対して少し不公平かもしれません。彼は確かに晩年狂気に取りつかれました。秀次一族の処刑、無謀な朝鮮出兵、許されることではありません。しかしその狂気の根底にあったのは息子秀頼への父親としての深い愛情だったのではないでしょうか。一度失った我が子鶴松、その悲しみを知っているからこそ二度と同じ思いをしたくない。秀頼だけは何としても守りたい。そう思った父親の歪んだ愛、それがあの悲劇を生んだのかもしれません。そして忘れてはならないのは、秀吉がいなければ日本の歴史は大きく変わっていたということです。農民の出でありながら天下を統一した唯一の人物。身分制度が厳しい時代に実力だけで頂点に上り詰めた。刀狩りによって武器を回収し、戦乱の世を終わらせた。太閤検地によって近世日本の基盤を作った。彼の功績なくして江戸時代の260年の平和は訪れなかったでしょう。歴史に名を残す人物には必ず光と影があります。今回お話ししたのは秀吉の影の部分でも、その光もまた確かに存在したのです。あなたは豊臣秀吉という人物をどう思いますか？もしよければコメント欄であなたの意見を聞かせてください。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の怪談でお会いしましょう。バーチャル怪談百物語ナビゲーターのレイでした。